こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は本棚を紹介していきます。先日本棚を整理しました。以前コメントで本棚が気になるというお声もいただいていたので、まだ紹介していないおすすめの本や積読本、最近の購入本などを少し紹介したいと思います。本棚にある本はすでに購入本や読んだ本として紹介しているものが多いと思うので、いつも見ていただいている方は知らない本あるかなと、初めて見ていただいた方はこんな本を読む人なんだなと思っていただけたらいいかなと思います。それでは本棚を見ていきます。まずは本棚自体や使っているものです。本棚は壁面の突っ張り式で全部で9段あります。高さと奥行きは単行本にぴったりサイズとなっていて、高さの調節はできないんですね。なので縦に入らないものは横にして置いていたり、ブックスタンドに立てかけたりしています。ブックスタンドとブックエンドは横からでも表紙が見えるようにしたかったので、透明なアクリルのものを使っています。私は自分の部屋というのはなくて、リビング、ダイニングで過ごすのが好きなので、ここに設置するのにスッキリさせたくて、このぴったりサイズを探していました。棚に収納する本には透明カバーをつけています。以前は読んでない本にはつけていなかったんですけど、今回本棚を整理するにあたって、やっぱりちょっとね、帯とかが引っかかっちゃうと嫌だなと思って、全部につけて、読むときはバサバサするので、違うカバーをつけています。ここからは本を見ていきます。まず一番上の段は一冊だけ持っている作家さんの文庫本です。一応出版社区切りで並べています。長月天音さんのほどなくお別れです。これは葬儀場で働く人たちを描いたお仕事小説でもあるんですが、グリーフケアというのをテーマとしていて、死別などの喪失を経験した人が悲しみや苦しみから立ち直り、再び人生を歩めるようにと描かれた小説でもあるんです。こんな言葉をかければよかったとか、こんな話をもっともっとしておけばよかったという後悔や、この先どうやって進んでいけばいいのかという辛さなど、残された人と旅立つ人の両方にそっと寄り添ってくれる作品でした。シリーズで3作出ていて、他にもキッチン常夜灯もシリーズで出されているので、そちらも読んでみたいと思っています。乾るかさんの明日の僕に風が吹く、そして白尾遥さんのサードキッチン。これは学生さんや留学を考えている人とかに特におすすめかなと思います。ここは文春文庫です。すでに紹介しているものが多いですね。村上春樹さんの色彩を持たない田崎作と彼の巡礼の都市。これは最近読了して、また村上さんの他の作品もね、読みたくなりました。ここは講談社です。吉川トリコさんの余命1年男を飼う。これはいただいたんですけど、まだ読めていないです。井上真紀さんの恋と禁忌のプレディケット。これはよくある事件解決といったミステリーとはまた一味違っていて、読み終わった事件の推理を正しいかどうか推理論理学で検証するというものです。面白かったですね。論理的に見ていくので、動機とかも関係なくて、事実だけを見ていくというのも良かったです。続編となるその可能性はすでに考えたと、聖書の読杯も読みたいです。佐藤孝子さんのいつの空にも星が出ていた。これは野球チームを応援する人たちのお話で、結構限定的なんですけど、ベイスターズファンの方は必見かなと思います。
時代を超えて応援してきた人たちも描かれていたり、実際の試合の状況なども綴られているので、ファンの方は楽しいかなと思います。佐藤正吾さんの月の満ち欠け、これは直木賞受賞作品ですね。まだ読めていないです。川内有夫さんのパリの国連で夢を追う、これはエッセイで国連で働くことになった経緯のこんな感じなんだという驚きや、お仕事内容、パリでの暮らしなどがユーモアを交えて綴られています。著者の行動力にも圧倒される本でした。ここはポプラ社です。小川糸さんのライオンのおやつ。若くして余命を告げられた主人公が瀬戸内の島のホスピスで残りの日々を過ごすことを決め、生死と向き合い、本当にしたかったことを考えるという物語です。私は生死を描いた小説をいくつか読んでいるんですが、多分死ぬのが怖くて、どうやって最後を迎えるのか不安で知ろうとしてるんだと思うんですね。この本はそんな気持ちに応えてくれる本で、死について考えることで今を生きていること、なんてないけど楽しい日々、これからをどう生きたいかを考えさせてくれました。そして作中には瀬戸内の景色の描写がとても色鮮やかに切り取られていて、死という重さだけではなくて心が晴れていくような透き通った空気感も感じられる作品です。穂高明さんの月の歌、これはステップファミリーを描いたとても優しい作品でした。母を亡くした主人公の民子とその家族、ママ母、民子を見守る幼なじみや母の親友など、それぞれの視点で描いた4つのお話からなっています。タイトルのように月の満ち欠けや月夜とともに優しく照らされているような作品です。ここは新潮社です。宮部みゆきさんの華奢、これはもう読もうと思ってまだ読めていないので読んでいきます。今野敏さんの総婚、今野さんというと警察小説のイメージが強いかと思うんですが、この作品は現代の空手の始まりとなる琉球王国時代に活躍した沖縄の武術家の生涯が綴られています。物語に大きな盛り上がりというのはあまりないんですけど、静かな強さが感じられて、私は空手にものすごく興味が湧きました。琉球空手シリーズでもいくつか出されているので、他の作品も読みたいと思っています。2段目は2冊以上持っている作家さんの作品を並べています。ここもすでに紹介している本が多いかなと思います。ここは上田健二さんの銀座誌報道シリーズです。そして笹良子さん、小川陽子さんのこの2冊はまだ読めていないです。そして綾崎俊さん、この銀盤を君と飛ぶ、もうこれは手に汗握るストーリー展開で面白かったです。オリンピックに行けるのは一人だけという全日本フィギュアスケート選手権の大会で出場権をかけて戦う2人の少女の物語です。フィギュアスケートの過酷さと美しさが詰まった作品でした。成長期の体の変化との戦いもあったり、天才というだけでは超えられないその努力や葛藤も見えて、改めてフィギュアスケートという競技を知りました。盤上2期目はもういないも読みました。将棋界初の女性プロ棋士を目指す2人の女性を描いた物語で、この作品も良かったんですが、プロ棋士を目指すというところで個人的には先に読んだサトシの青春も良かったので、こちらもおすすめしたいです。
ここは戸上博正さんの一線の湖、こちらも紹介しました。そして加藤翼さんとしめのなぎさんです。そしてなぎらゆうさん、私の美しいには、これも素敵でしたね。本屋さんで見かけるたびにカバーが違っていて、どれも素敵でね、毎回買いそうになります。この物語は一般的な家族というものではないけど、そこには確かに幸せがあって、これが自分たちの幸せなんだと噛み締めている姿がとても優しいです。登場人物たちの影をまとったような背景がそっとほぐれていくのも感じられて、心地のいい読料感でした。流浪の月はこれから読みます。そして夏川宗介さんです。本を守ろうとする猫の話。これは本や読書を通してそこから何を得たいのかを考えるきっかけをくれる本でした。重松清さんの作品ですね。これはどちらも優しくて好きな作品です。このステップは妻が亡くなり、悲しみを抱えながらも残されたこれからの日々を歩き始めた夫と娘の物語で、その日を前には連続短編集で生きることの意味や大切な人との別れにどう向き合うかを描いた物語です。どちらも切なさや悲しさがあるんですが、それも全部包み込む温かさを感じて、今ある日常がいかに大切で幸せであるかハッとさせられます。辻村瑞希さんの作品です。辻村さんはこの夏の星を見るで好きになりました。コロナ禍による休校や緊急事態宣言が出される中、リモート会議を駆使して自分たちで全国につながりを作っていく天文部の生徒たちの姿が描かれています。不自由な中でも一度きりしかないこのかけがえのない学生時代を、それぞれの好きや夢を諦めずにできることをやろうとする学生たちの姿に、もう熱いものがこみ上げてきました。ぜひ学生さんや青春小説が好きな方におすすめしたいです。氷のクジラと本日は大安なりはまだ読んでいないです。寺地春菜さんです。このガラスの海を渡る船の文庫本が5月の9日に出るそうで、2月に買った時は全然情報なかったんですけど、文庫本で欲しいなと思ってしまいました。このホタル石マジカルランドは遊園地で働く人たちの連続短編小説です。日常にある一つは感じたことあるような現状への悩みや停滞感といった心情が身近に感じられて、人との向き合い方や当たり前のような日々の中にも温かさや喜びがあることも見せてくれます。そして津村菊子さん、この水車小屋のねねもね、大好きな作品です。穏やかな時間が流れていて、この厚みなんですけど、また読み返したいと思っています。そして村山由佳さん、風は西からも買いました。これは過労死をテーマとしたお話で、大切な人を亡くし、巨大企業を相手に戦うという物語です。これは裏のあらすじを読んで惹かれました。これも読んでいきたいです。そして門井義信さん、銀河鉄道の父も紹介しています。3段目は旦那さんの CD や小物を置いています。4段目は伊坂幸太郎さんと原田マハさんです。伊坂さんの本はちょこちょこと紹介しています。私は伊坂さんの作品の中では裏稼業とか社会の仕組みに抗うお話が好きで、モダンタイムスや殺し屋シリーズ、残り全部バケーション好きですね。この裏稼業の人たちは
もうキャラクターがとにかく際立っていて面白いんです。掛け合いもいいし、結構ぐさっと響く言葉もあったりして、ほーっと納得する部分があって面白いですね。そして原田マハさんの作品です。こちらもね、どれもいいんですよね。アート小説と人間ドラマの小説とあって、どっちも好きです。アート小説は史実をもとに空白を埋めるように物語が作られていて、実在した人物たちにもしも交流があったらこうだっただろうなという架空の設定にもね、引き込まれます。楽園のカンバスと暗幕のゲルニカはちょっとミステリー要素もあってつながりもあるので、こちらも合わせておすすめしたいですね。あとはやっぱり本日はお日柄もよくと生きる僕らが好きです。あなたは誰かの大切な人も温かくてじんわりと心にしみるお話です。ここは5段目です。町田園子さんの作品です。町田園子さんの作品は別の動画でも紹介しています。最近空ごはんの文庫本が出たので、もう早速一緒に並べました。町田さんの作品の中では今のところ私の知る花が一番好きです。YouTube で一番最初に紹介した本で、この作品を読んで紹介しようと思えたきっかけの本でもあるので、ちょっと思い入れもあります。続いては瀬尾舞子さんの作品です。瀬尾さんの本も別の動画で紹介しています。どれもこれも優しいんですよね。瀬尾さんの描く家族小説は本当にいいです。特にお母さんがね、また好きな人たちばかりです。こちらは青山美智子さんの作品です。これもちょこちょこと紹介していますね。月の立つ林では私は結構好きな作品で、月が出てくる話が好きなのかもしれないです。そして三浦紫音さんです。まだベストセラーと言われる有名どころの本しかないので、他の作品もね、読んでいきたいですね。一誌も楽しくて揃えているので、また次出るのも楽しみにしています。ここは6段目です。伊予原慎さんですね。だいたい紹介しています。短編小説と長編小説とあって、どちらもいいんですけど、結構面白いので、長編で読みたいなと思っていますね。小野寺文則さん、大好きな人待ちシリーズです。家も読了しました。これも家族小説で良かったんですが、ちょっと人待ちの方が好きだったかなと思っています。終盤に差し掛かるまで結構長いこと主人公の鬱屈とした心情が続くんですね。でも最後には小野寺さんらしい爽やかさもあります。そしてタッグも買いました。こちらも家族のお話で、家族というチームから出てこれからを探し、それぞれの道へ進む姿を描いた物語です。これも読むのが楽しみです。そして藤岡洋子さんの作品です。藤岡洋子さんの作品は自身の経験を生かして医療関係や教師のお話を多く手掛けられていますね。ここにあるのはお仕事小説でもあるんですが、藤岡さんはそこの奥深くにある問題も取り上げて、現状やその先の未来に向けて何ができるのかというのを書かれています。こちらの森に明かりが灯る時という作品は、介護のあり方の問題や人手不足、介護士の待遇や責任の重さなど、現場目線で見た介護士や医師の姿、そして介護という誰もが他人事ではない現場の今が赤裸々に綴られています。
多くの人に知ってほしいなと思いながらも、自分の中でもちょっと重く考えるところがある本で、なかなか言葉がまとまらず紹介できていませんでした。藤岡さんらしくその先に希望も見せてくれるので、ぜひ気になった方は手に取ってみてください。昨日のオレンジは藤岡さんの作品で一番最初に読んだ本です。生きることについて考えさせられる作品で、辛さや苦しみ、葛藤といった揺れ動く心情が丁寧にすくい上げられていて、絶望感もちょっとあるんですけど、それよりも前向きな感情の方を強く感じて、心が震えるような感情が溢れ出しました。これもぜひ読んでみてほしいです。そして海と G、 これもいいんですね。3つのお話からなる短編小説なんですが、ほんのりつながっていて、3人の G の生き抜く姿と、そのおじいさんから思いを受け取る人たちが描かれています。これもおすすめしたいです。メイドイン京都はちょっと系統が違っていて、京都を舞台とした再出発とお仕事小説です。空にピースは文庫本も出ています。ここは早見和正さんですね。そして浅井亮さん。浅井さんのエッセイも3冊すべてがツボです。アンソロジーではよく浅井さんの名前があると買ってしまうんですが、小説がまだあんまり読めていないので、もうちょっと読んでいきたいなと思っています。ここは最近ハマっている牧目学さんの作品です。すでに紹介しています。そして沢木耕太郎さんです。深夜特急。牧目さんのエッセイを読んでいる中で旅の話が出てきていて、そこで沢木さんの深夜特急に触れられていたんです。気になったので、まずは一巻と思って読んでみたら、もうハマりました。面白いです。全6巻あって、インドのデリーから始めて路線バスなどを乗り継いでイギリスのロンドンに行くというノンフィクションの旅行記です。行き当たりばったりの男の一人旅を見れて、哀愁漂う雰囲気もあったり、現地の人たちとの出会いなどしみじみと楽しく読みました。旅のバイブル本ですね。今は3巻まで読みました。ここは金城和樹さんのザ・ゾンビーズシリーズです。金城さんの友が消えたというこの作品が昨年末出ていて、本屋さんで見かけて面白そうと思って手に取ったら、シリーズの最新刊ということで、じゃあ一から読んでみようと思って読み始めました。今は2巻まで読んでいます。この作品はもう帯にある通り、おバカで熱くてちょっとセンチメンタルな男子高校生の青春小説です。落ちこぼれ高校生たちがある日教師に、君たち世界を変えてみたくはないかと言われ、試験勉強が苦手という一面だけで無能だと言われたままでいいのかと、自分たちに何ができるか、どんな人間か見せてやるっていう思いに突き動かされるんですね。ザ・ゾンビーズのこの単純でエネルギッシュな姿が笑いありの時にしんみりと面白いです。こういうちょっとおバカな一生懸命さとかの男の友情というのが私は好きなんですね。大切なもののために一生懸命な姿は見ていてすがすがしいし、胸が熱くなります。そしてみんなが楽しそう。このザ・ゾンビーズのメインとなる5人のキャラクターもそれぞれがキャラが立っていていいんですね。そしてこれカバーが新しくなったそうで、このカバーもお気に入りです。今この深夜特急とザ・ゾンビーズシリーズが読みたいのに読み終わりたくなくて、一冊ずつ交互に読んだり、間に違う本を読んだりして、もう気がついたら手が伸びてて、もう終わっちゃうよと思いながら
楽しい時間を今引き伸ばそうとしています。そしてここは吉田修一さんです。国宝と横道世之助さんシリーズは紹介しています。このミスサンシャインも主人公がどことなく世之助さんに似ているんですよね。この作品は原爆に向き合ったお話でもあり、吉田さんの故郷に対する思いを感じます。そしてかつての銀幕のスター、鈴さんの女優時代のお話もあって、男社会だった映画界で求められていた女性像など、当時の映像業界と鈴さんが生きてきた人生の光と影も見えてきます。鈴さんが語る言葉の一つ一つがじんわりと染み渡ります。また吉永小百合さんの推薦文もいいですね。今ここのコーナーは結構好きな本がたくさん並んでいます。そして7段目です。ここは伊吹ゆきさんの作品です。伊吹さんの作品は彼方の友へを最初に読んで好きになりました。何回でもおすすめしたい本です。読んでほしい。戦前から戦後という激動の時代に乙女の友という雑誌を作っていた人たちの物語で、実際に明治から昭和30年頃まで発行されていた少女の友という雑誌をもとに作られたフィクションなんです。この時代に出版社で働いていた女性の姿や、戦時中戦後であっても少女たちに夢や希望や光を見せたいという思いにもう胸打たれます。そして四十九日のレシピも好きでした。これはドラマと映画とどっちの映像化もされていますね。そしてなでしこ物語も好きで、これもシリーズがあるんですけど、ちょっとまだ読めていないので読んでいきたいと思います。ここは森沢京さんの作品です。森沢さんの作品は静かで優しい余韻が残りますね。作中にはちょっとした仕掛けもあって、そういうことかと一度読み終わってからまた一から読み直したくなります。それぞれの作品の中には細かなつながりがあって、そのつながりもまた森沢さん作品を読む楽しみでもあります。この美味しくて泣く時と本が紡いだ5つの奇跡は割と最近出た文庫本ですね。この美味しくて泣く時は今年の4月から映画化されていますね。この作品もあっと言わせられるつながりが描かれていて、温かさに満たされる作品です。また4月にはロールキャベツの文庫本も出ているので、これも読みたいと思っています。ここは原田ひかさんの作品です。一時期ご飯物の小説にハマっていて、その時に原田さんの作品を集めていました。ご飯と本の組み合わせがいいんですよね。ランチ酒シリーズは図書館で前作読んだ後にやっぱり持っていたくて買いました。3巻目はその時まだ単行本だったんですけど、もう文庫も出ているので、こちらもまた読んでいこうかなと思います。古本食堂は神田神保町が舞台となっていて、実際にある喫茶店やご飯屋さんも登場していたり、古書や絶版本の紹介も盛り込まれているので、物語を読む楽しさと実際に行ける楽しさと二度美味しい作品です。そしてここはエッセイですね。すでに紹介しているものがほとんどです。私はエッセイもいくつか読んできたんですが、気持ちに寄り添うというよりはくだらないけど面白いの方が好きでした。ここは8段目です。一冊だけ持っている作家さんの単行本コーナーですね。石井仁三さんのエバーグリーンゲームは、チェスと出会い、その面白さに魅せられた4人の若者が人生をかけてチェスプレイヤー日本一を決める
チェスワングランプリに出場するという物語です。もうハラハラする展開で、人生をかけても悔いのないほど心を奪われ、一生懸命になれる姿は素敵ですね。登場人物たちの設定は結構悲劇寄りというか盛りだくさんで、エンタメ色が強く出ているので、盛り上がりを求める人には楽しいかなと思います。個人的にはチェスのお話だと、静かにチェスの奥深さを描いた小川陽子さんの猫を抱いて象と泳ぐもおすすめです。ここら辺はすでに紹介しているものが多いです。ラブカは静かに弓を持つは最近読了しました。これも面白かったので、また別に紹介したいです。柚木優子さんの風に立つ。これは非行少年とその少年を一時的に預かることになった父と子を描いた家族小説です。自分と同じような思いをしてほしくないと思う親心と、自分を思ってのことだと分かってはいるんだけど、そうじゃないんだっていう子供心と、お互いを思いやってはいても言葉にして知ろうとしなければ伝わらないという、その親子のもつれと、それが次第にほぐれていく過程が良かったです。9段目は主に海外小説を置いています。韓国小説もいくつか読んでいるんですが、ちょっと合う合わないが難しいですね。ようこそヒュナム堂書店へと不便なコンビニは好きでした。トゥモロー&トゥモロー&トゥモローは書店主フィクリーの物語も書かれているガブリエル・セビンさんの作品です。子供の頃にゲームが好きだった2人が大学生になって再会し、ゲームを共同制作して会社を起こすというお話です。ゲーム制作や会社経営の難しさとかもあるんですけど、その根幹には友情と愛情があるんです。作中にはゲームがたくさん登場しているので、ゲームが好きな方やクリエイターの方にもおすすめなんですが、男女の友情物語が好きな方の方が特に合っているかなと思います。ここら辺は早川文庫があります。和尾石黒さんの日の名残はまだ積読なんですが、早く読もうと思います。早瀬光さんの密室のマクベス、これも私は面白かったです。IT 企業の裏の秘密を知ってしまった主人公が、誰が仲間で誰が敵なのかわからないという中で、自分に忍び寄る手に立ち向かうというお話です。ミステリーやハードボイルドでもあり、犯罪に恋愛にと、もうこれぞフィクションといういろんな要素が詰まっています。戯曲のマクベスが軸にあって、それになぞらえて物語が進むんですね。経済とか IT 系の話が出てくるので、難しいと思う方も多いかもしれないんですが、ちょっとアクションもあったりして、エンタメとしてね、もうすごく面白く読みました。ここは同志少女よ敵を撃てと爆弾です。なかなかちょっとね、内容的にもページ的にもボリュームがある感じで、まだ読めていないです。で、野崎まどさんのタイタン。これもしばらく積読だったんですが、先日急に読みたいタイミングが来て、一気読みしました。人類が仕事から解放されて、すべてのことを AI が担っているという世界を描いたユートピア SF 小説なんですね。これも面白かったです。これもまた別の動画で紹介したいと思います。野崎まどさんは今小説という小説が話題ですが、その作品も他の作品も SF 小説もね、また読みたいです。次はサイドの一部本棚を紹介します。ここはもともとケースに入れて本を置いていたんですけど、一度撤退した後、
また戻ってきました。今のところ一段だけ飾り棚のように本を置いています。ここもお気に入りのコーナーですね。柚木あさこさんの本屋さんのダイアナ。これも先日読了して大好きな作品になりました。これはもうすごくおすすめしたいです。赤毛のアンをオマージュした作品で、見た目も好みも正反対だけど本が好きという共通点で強く結びついた2人の少女が大人になっていく十数年を描いた成長と自立の物語です。これもまだまだいっぱいお話ししたいので別な動画で紹介したいと思うんですが、海外少女文学や児童文学、日本だと向田邦子さんや森まりさんなどたくさんの作品の引用などがあって、著者の柚木さんの文学愛にも夢中になりました。以前牧目学さんのかのこちゃんとマドレーヌ夫人を紹介したんですけど、そちらもね赤毛のアンの要素が入っていて同じような愛らしさがあるので、ちょっと一緒におすすめしたいです。そしてこちらは本屋さんのダイアナを読んで読みたくなった本です。すべて講談社から出ている単行本で、村岡花子さん役の赤毛のアン、谷口由美子さん役の若草物語、そして秘密の花園です。文庫本もあるんですけど、想定に一目惚れしました。イラストレーターで数々の本のイラストを手掛けていらっしゃる北澤平介さんという方が描かれているんですね。私は少女時代は江戸川乱歩やシャーロック・ホームズなどを読み漁っていて、残念ながら少女小説を読んでこなかったので、この年になってようやく読みたいと思っています。続編はまたおいおい読んでいきたいですね。もう一つ作中に登場していたフランソワーズ・サガンの悲しみをこんにちはも購入しました。本屋さんのダイアナの中で主人公の一人の綾子ちゃんがこの本の主人公セシルに自分を重ねている場面があって気になったので、ちょっと半分ほど今読んでいるんですが、10代の繊細な感情やみずみずしい表現、そして豊かな感性など、もう今すでに引きつけられています。これもまだもうちょっと読んでいきたいと思います。そしてミハイル・エンデさんの果てしない物語です。単行本の想定がいいと聞きまして、単行本を購入しました。もう素敵です。重厚な特別感と高級感のあるカバーですね。この本はファンタジーで本を読んでいた少年がその本の中に吸い込まれて物語の中の正体不明の虚無に侵された国の滅亡と再生を体験するという物語なんです。この作中に描かれている本というのがまさにこの想定の本なんだそうです。こちらも読むのがすごく楽しみです。中の挿絵もワクワクしています。ちなみにこのボックスも汚したくないなと思っていて、とりあえず即席のカバーをつけてみたんですけど、これはなんかカバーとかあるんですかね。どうでしょう。今はこの小さな言葉たちの辞書を読んでいます。これは OED というオックスフォード英語大辞典の編纂を題材とした作品です。同じものを題材とした映画に博士と狂人という映画もあるんですが、この作品はその映画と同じ時代でそこに書かれているマレー博士など実在した人物たちも登場していて、かつ架空の編纂助手エズメを中心校にそこには描かれていなかった辞書に収録されない女性たちと言葉に光を当てた物語です。ちょこちょこ読んでは置いてを繰り返していたんですが、一から読み直しまして、
今1日で半分ちょっとぐらい読めたんですね。どんどんハマっています。三浦紫音さんの船を編むで辞書編纂に興味を持ってこの本を手に取ったんですけど、時代背景や視点が全然違うので、もうまた違う感情がいっぱい湧き上がってきます。これも読み進めていきます。そしてここは積んどく本ですね。棚にしまってあるものもあるんですが、最近買った本なども多いです。そして実は先日誕生日を迎えて素敵な図書カードをいただきまして、先ほどの購入本もここにあるものもこれで購入させてもらったんです。図書カードのプレゼントは本当にありがたくて嬉しいですね。また購入本も別で紹介したいと思います。今回は本棚に並んでいる本を紹介してきました。本格的に本を集め出したのはここ2年くらいなんですね。それまでは図書館や電子書籍で読んでいた時期もあったんですが、やっぱり紙の本でいつでも手を伸ばしたくて、今は読める範囲、持てる範囲で買おうと思っています。ちょっと合わなかったかなという本は時々手放したりもしています。今は読みたいが大渋滞しているので、ゴールデンウィークは読書を満喫したいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今週も素敵な読書時間をお過ごしください。